ご視聴ありがとうございます。今回の動画はワンワールド世界一周航空券を使っての海外旅行のおまけの動画として帰国した後、成田空港近くで一泊した時の動画です。アートホテル成田さんに宿泊したのですが、遠方から成田空港を利用する時の前後泊に便利なホテルだったのでご紹介したいなと思って動画にしました。成田空港とホテルの間は無料の送迎バスがあり、こちらの乗り場から乗ることができます。ただ私は飛行機の到着時間からバスの出発時間まであまり時間がなく、荷物受け取りやら何やらで間に合わなかったのでタクシーで移動します。ホテルに到着、タイミング良かったのかフロントは空いていてすぐに手続きできました。フロント近くには外貨の両替駅もありました。こちらのホテルには本館とガーデンウィングがあり、今回は本館のスーペリアセミダブルのお部屋を予約しました。20平米のお部屋でチェアとテーブルがあり、スーツケースを広げるスペースもあるので、1人には十分です。こちらのお部屋は改装されていたようで、私は特に気になるところもなく快適に過ごさせていただきましたが、聞くところによると、ガーデンウィングのお部屋は未改装のようで、少々レトロな風情があるとのことなので、気になられる方は本館のコンフォート以上のお部屋を選ばれるといいのかなと思います。ベッドサイドには USB ポートやコンセントもあります。バスルームはユニットバスで、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、ハンドソープ、歯ブラシやカミソリ、コットンやヘアゴム、ヘアブラシなどのアメニティも置いてあります。温泉入り放題のプランだったので、まずは旅の疲れを癒しに温泉に行きます。女性用の大浴場にはミストサウナやハーブ湯もありました。大浴場はガーデンウィングにあって、コインランドリーや湯上がりの休憩所、マッサージなどが受けられるリラクゼーションルームもあります。コインランドリーは洗濯1回200円、乾燥機100円、洗剤は1回分50円で販売されています。普段の国内旅行でもホテルのコインランドリーにはよくお世話になるのですが、だいたい安くてもお洗濯300円からが多いような気がするので、200円は初めて見ました。お安くて助かります。お風呂から出て少し湯上がり休憩室で休憩してレストランへ。ジャパニーズチャイニーズキュイジーヌソーさんです。時間の予約はチェックイン時にお願いしました。お酒飲めないのでドリンクはプーアール茶をいただいて、さてお料理を注文。とても美味しそうです。けどこれ本来は数人でシェアして食べるものだろうし、スタッフの方に大体のボリュームを聞いて、こちらの蒸し鶏とネギのつゆそば、ソースタイルを注文。スープがあっさりしていて上品な味ですごく美味しいです。コースメニューもありますが、アラカルトだけでも他にも色々あって、どれも美味しそうで食べたいものいっぱいあったけど、マンゴープリンをいただいて終了。リラクゼーションの予約をしていたのでお店へ。リラックスボディふわりさん。こちらでボディケア60分、オイルトリートメント40分のコースを受けて、ゴリゴリの肩こりやパンパンの足のむくみが楽になったところで満足して就寝。翌日は8時半過ぎに起きて朝食へ。朝食に行ったのが9時前で、時間が遅めだったからか、レストランは割と空いていました。朝食はビュッフェですが、種類がすごく多いです。全種類ちょっとずつ食べてみたかったのですが、種類が多すぎて、多分半分くらいの種類しかいただけなかったと思います。担々麺のコーナーもあって、麺とスープにサラダコーナーにあったエビや蒸し鶏もトッピングしてみました。満腹満腹で大満足です。部屋へ戻って身支度をして、フロントで荷物を送る手配して、約1ヶ月連れ回した荷物たちとは一旦お別れ。身軽になって送迎バスで成田空港へ。ちなみにバスは空港行きと別に JR 成田駅に行くバスもあります。アートホテル成田さん。温泉あったし、ご飯美味しいし、マッサージ気持ちよかったし、コインランドリーも安いし、個人的にはありがたいホテルでした。また今度成田空港を利用するときは宿泊しようと思います。今後も旅の動画をお届けしていきますので、もしよろしければまた見に来ていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。最後に、今回私が宿泊した時の料金ですが、朝食と館内のレストランで使える3000円分の館内利用券、温泉入り放題がついて、11,500円のプランを利用しました。ただ、こちらのプランは、レストランのリニューアルオープンプランだったので、現在は終了していると思いますが、2024年9月現在、スーペリアセミダブル、
1室1名利用、温泉利用券と2食付きで平日約13,500円からのプランがありました。